それでね、今朝は寝坊しちゃって。しっかり者の君にしては珍しい失敗だね。真央の方がよっぽどしっかり者だと思うけどな。真央って寮の後輩の頼み事を全部引き受けてるでしょ。僕はリナミみたいに生徒会に入ってるわけじゃないからね。私はただの初期だから、そんなに忙しいわけじゃないんだよ。十分忙しいと思うけど。ところでリナミ、最近少し印象が変わったよね。そうかな。なんだか大人びた感じがするよ。そう本当に？まあなんとなくだけど、雰囲気がちょっとね。そうなんだ。そういえば例のプロデューサーとはどうなんだい？リナミ？どうって？うまくやってるのかなって。もしいい加減なプロデューサーだったら僕が許さないから。まあリナミのことを見つけ出してくれたんだし、少なくとも素質を見抜く目はあるプロデューサーなんだろうけど。ありがとう。それでどうなのかな？私にはもったいないくらいの素敵なプロデューサーさんだよ。どんなレッスンをしているんだい？私がお姉さんになるの。リナミがお姉さん？どういうこと？私も実はまだあんまりよく分かってないんだけど、私がお姉さんになってプロデューサーのことを弟みたいに扱ってほしいって。待ってリナミ、ちょっと理解が追いつかないよ。それはアイドルになるためのレッスンなの？多分素の私を引き出すために必要なレッスンなんだって。そういえばリナミ、前のユニットでは妹ポジションだったよね。あの時は無理に妹っぽい感じを演じてたから、あんまりうまくいかなかったんだ。まあ確かにリナミはお姉さんタイプだよね。そうなのかな。お姉さんになるレッスンってどんなことをするの？なんだろうね。そんなに特別なことじゃないんだけど、プロデューサーが頑張ってたらよしよしって褒めてあげたりとか、忙しそうな時はご飯を作って持って行ってあげたり、朝は電話で起こしてあげたり、ネクタイを直してあげたり。真央、どうしたの？ちょっと君のプロデューサーと話をつけてくるよ。待って違うの。私が勝手にしてることだから。プロデューサーのこと本当の弟くんみたいに思って接することで、無意識のうちに私の素のところが出てるんだと思うよ。それならまあいいけど、リナミが選んだんだからきっと信頼できる人なんだろうね。まあ何かあったら相談してよ。僕が守ってあげるから。ありがとう。おっと、そろそろ行かないと。後輩にダンスパートナーを頼まれていてね。失礼するよ。プロデューサーの話はまた今度ゆっくりと。すみません。あれ？プロデューサーくん、何してるの？そっか。わざわざありがとう。どうしたの？プロデューサーくん。最初の方から。
に恥ずかしい会話聞かれちゃったよ。恥ずかしいのはこっちだよ。あ、プロデューサーくん。ありがとう。よろしくお願いします。